年末の午後、家の中はいつもより静かでした。テレビはついていますが、音はほとんど耳に入ってきません。私は窓の外を眺めながら、今年も終わるのだと思いました。特別な予定はありません。ここ数年、年末年始は、二人だけで過ごすのが当たり前になっています。妻は台所でゆっくりと動いていました。豪華な料理は作りません。量も少なめです。食べきれないから。それが最近の合言葉でした。暖房の温度を少し下げ、私は膝掛けをかけます。寒さよりも、この静けさに慣れてしまった自分が、少し不思議でした。昔は、この時期になると、家の中が騒がしかった。帰省の準備、買い出し、子供たちの声。今は、その名残が棚の上の写真立てに残るだけです。今年も早かったですね。妻の小さな声が聞こえました。私はうなずくだけで返します。言葉は少なくても、同じことを考えているのがわかりました。その時、玄関の外から、かすかな物音がしました。風かと思いましたが、いつもと違います。私は立ち上がり、玄関の方へ目を向けました。この静かな年の瀬に、何かが変わろうとしている予感が、胸の奥に小さくともりました。玄関のチャイムが鳴りました。短く、控えめな音です。私は、一瞬聞き間違いかと思いました。妻と顔を見合わせ、二人でゆっくり立ち上がります。急ぐ理由はありません。それでも、心だけが少し早足でした。扉を開けると、冷たい空気と一緒に、見慣れた顔が立っていました。娘です。その後ろから、孫が顔を覗かせました。お父さん、お母さん、来たよ。その声だけで、玄関が急に明るくなった気がしました。孫は、大きな袋を両手で抱えています。寒かったでしょう。そう言いながら、私は袋を受け取りました。思ったより重い。中身を聞く前から、胸の奥で何かを察しました。靴を脱ぐ音、上着をかける音、それだけで、家の中に久しぶりのリズムが戻ってきます。妻は、少し照れたように孫の頭を撫でました。急に来てごめんね。娘はそう言いましたが、その表情はどこか迷いがありません。決めてきた顔です。私は、何も言わず、うなずきました。この家に、今、必要だったのは、説明ではなく、この足音そのものだったのです。今に腰を下ろすと、娘は持ってきた袋を一つずつ、開け始めました。派手な包装はありません。どれも、実用的で静かな佇まいです。塩分、少なめにしてあるから。これは温めるだけ。娘は、説明を簡単に添えます。その口調は、昔、子供たちにお弁当を持たせていた妻の声によく似ていました。妻は、少し困ったように笑います。そんなに気を使わなくても、そう言いながらも、並べられていく容器から目を離しません。孫は、得意そうに言いました。これね、ばあばの好きな味だよ。その一言で、妻の表情が和らぎました。覚えてもらっている。それだけで、胸に温かいものが広がります。私は、黙って一つ手に取り、裏の表示を見ました。カロリー、塩分。普段、気にしない数字が、今日は妙にありがたく感じられます。まだ、大丈夫だ。そう言いかけて、言葉を飲み込みました。心配される年齢になったのではありません。思われている存在でいられることが、今は嬉しかったのです。テーブルの上に並んだ健康食は、料理以上に娘の時間と気持ちを映していました。私は、小さくうなずき、そのまま受け取りました。健康食がテーブルに並ぶと、部屋の空気が少しだけ変わりました。賑やかさの中に、どこか遠慮が混じっています。こんなに用意して、
妻が言いました。その声は優しいのに、少し硬い。私は、その続きを知っていました。まだ、そんなに弱ってないよ。思わず口に出してしまいます。本心でもあり、照れでもありました。娘は、すぐに言い返しません。少し間を置いて、娘は袋の中から一つ取り出しました。小さなスープです。これがね、お正月に無理しないようにって。その言葉に、私は返す言葉を失いました。心配される立場になったことが、恥ずかしかったわけではありません。受け取る準備が、できていなかったのです。孫が、私の袖を引きました。じいじ、これおいしいよ。ただそれだけ。説明も、説得もありません。私は、ふっと力が抜けました。いらないと言ったのは、食べ物ではなく、弱っている自分を認める気持ちだったのかもしれません。妻は、静かにうなずき、ありがとうと言いました。その一言で、部屋の空気が和らぎます。私は、スープを手に取り、小さく笑いました。じゃあ、少しだけ。その言葉は、負けではありません。次の年を迎えるための、小さな受け入れでした。テーブルを囲んで座ると、一瞬言葉が途切れました。久しぶりに人数が増えたのに、不思議な静けさです。妻は、健康食の容器を、一つずつ開けました。控えめな香りが、部屋に広がります。昔の正月料理とは違いますが、どこか安心する匂いでした。私は、箸を持ったまま、少しためらいました。味が薄いんじゃないか。そんな先入観が、頭をよぎります。でも、孫が先に口にしました。おいしい。その一言が、場をほどきました。娘も笑い、妻もうなずきます。私は、ゆっくり一口運びました。思ったより、優しい味でした。物足りないのではありません。体に負担をかけないちょうどよさ。私は、黙ったまま、もう一口食べました。会話は、昔話でも、将来の話でもありません。天気のこと、孫の学校のこと。それだけで、十分でした。食卓に必要なのは、話題の多さではないのですね。食べ終わる頃、私は自然と背筋を伸ばしていました。体だけでなく、気持ちも少し整った感じがします。妻の表情も、どこか穏やかでした。食卓の沈黙は、気まずさではありません。同じものを食べ、同じ時間を共有する静けさ。それが、この年の瀬に一番必要なことだったのかもしれません。食後、孫は床に座り込み、持ってきたおもちゃを広げました。その音だけで、部屋が少し明るくなった気がします。私は、湯飲みを手に、その様子を眺めていました。すると、孫がふと顔を上げて、言ったのです。じいじ、ちゃんと食べたね。その一言に、私は思わず笑いました。褒められる年齢ではないはずなのに、胸の奥が温かくなります。妻も、娘も、何も言わずにうなずいていました。孫にとって、健康食は特別な意味を持ちません。ただ、一緒に食べた記憶として残るだけです。それが、かえって私の心を軽くしました。娘は、後片付けをしながら、ぽつりと言いました。無理して欲しくなかっただけなんだ。責める言い方ではありません。確認のような声でした。私は、湯飲みを置き、静かに答えます。わかってる。それだけで、十分でした。言葉を重ねなくても、ちゃんと届いているとわかったからです。孫は、私の隣に座り、体を寄せてきました。その重みが、今の私にはちょうど良い。守る側から、寄り添われる側へ、いつの間にか、立場は変わっていたのですね。この家で、こうして過ごす時間が、これからも長く続くとは限りません。それでも、今日のこの一言は、確かに私の中に残りました。
夜が深まり、外の音も少なくなってきました。孫は、妻の隣でうとうとしています。その寝息が、部屋に優しく響いていました。娘は、持ってきた袋を、もう一度と唱えています。残った健康食を、冷蔵庫に入れながら、保存方法を簡単に説明しました。私は、その後ろ姿を黙って、見ていました。昔は、私がこうして世話を、していたはずです。いつの間にか、役割が入れ替わっていました。それを認めることが、少し怖かったのです。全部、食べなくてもいいからね。娘は振り返らずに言いました。その言葉に、私は救われました。無理に頑張らなくていい。そう言われた気がしたのです。私は、ゆっくり立ち上がり、娘のそばへ行きました。ありがとう。短い一言でしたが、胸の奥から出た言葉でした。娘は、小さくうなずきます。受け取るというのは、弱くなることではありません。信頼することなのだと。この年になってようやくわかりました。誰かを信じて身を預ける。それも、生き方の一つです。妻が、そっと私の手を握りました。その温度が、今夜の答えのようでした。私は、そのまま目を閉じ、この静かな年の瀬を受け取りました。朝の光が、カーテンの隙間から静かに、差し込みました。年が変わったことを、大げさに知らせるものは、何もありません。それが、今の私たちにはちょうどよかったのです。台所では、妻が娘の置いていった健康食を温めていました。慣れない容器なのに、手つきはどこか安心して見えます。私は湯飲みを並べながら、その背中を眺めていました。孫はまだ眠そうな顔で、食卓に座っています。おはようその一言で、家の中に新しい年の空気が入りました。大きな抱負入りません。こうして声があるだけで十分です。一口食べると、昨日より味が馴染んで感じられました。体が求めているものを、きちんと受け取っている。そんな実感がありました。私は自然と箸を進めていました。娘は帰り支度をしながら、また持ってくるね、と軽く言いました。約束ではありません。でも、その言葉が胸に残ります。私は無理しなくていいと答えました。それで、ちょうどよかったのです。玄関で見送った後、家はまた静かになりました。それでも、昨日までの静けさとは違います。冷蔵庫の中にも、食卓の記憶にも、確かな温度が残っていました。年を重ねるというのは、何かを失うことだけではありません。受け取り方が変わるだけなのだと。私はこの年明けに知りました。健康食と一緒に置いていかれた気遣いは、これからの日々を静かに支えてくれるでしょう。私は、新しい年の朝を、深く息をして迎えました。